はい、皆さんこんにちは。物価高に苦しむ太極拳アスリートの頼みです。はい。ということで、最近のね、物価高、すごいことになってるなと個人的に思ってるんですけど、例えばお米なんてね、ちょっと前まで2年ぐらい前ですかね、まではだいたい10キロで3110円で僕買えてたんですよ。で、それが今ではいくらするんですか？もう10キロ高すぎてもう値段も見てないんですけど、最近はね、5キロで3300円ぐらい、これを買ってます。もうとてもじゃないけどね、最近お米が買えないなーって思って、とてもじゃないけどって言ってもね、買わないともう暮らしていけないんで、買うんですけど、ちょっとね、だいぶ家計が圧迫されてるなという感じがしますね。で、あと豆腐、これも高いんですよね。昔っていうかね、2年前ぐらいまでは、麻婆豆腐、これ得意料理だったんで、よく作ってたんですよ。もう、安く作れて、栄養価もあって、で、たくさん食べられるっていうのでね、麻婆豆腐週に1回は必ず僕作って食べてました。なんですけど、もう最近全然作らなくなっちゃったんですよ。なぜかというと、やっぱ豆腐が高くなったんですよね。豆腐が前はね、60円、税込みで60円ぐらいで買えたんですけど、今100円しますもんね。高いのだと120円ぐらい今豆腐するので、約倍です。これも倍。なので、なかなかですね、豆腐も買えないということで、麻婆豆腐作らなくなっちゃいましたね。で、何を作ってるかというと、大根と、あと豚肉を買いまして、で、大根をこう薄く輪切りにしたものと、豚肉をちょっとこう、伸ばしてですね、大根とこう、大根、豚肉でこう重ねてこう輪みたいにして、フライパンにね、こう輪みたいにして、で、醤油と砂糖とお水と、ちょっとこう、好きなものを入れて、柚子とかがあるときは柚子なんか入れたりして、で、それちょっとこう、煮込むみたいな感じでして作ると、そうすると豚肉の旨味がですね、大根がこう吸ってくれますので、すごく美味しい大根になるんですけど、それ安価だし、量もそこそこ取れるし、ただ栄養に関してはね、やっぱりちょっと肉の量、お肉いっぱい入れれば栄養も取れるんでしょうけど、肉の量をちょっと節約してるんで、栄養価がちょっと不足するかなっていうところもあるんですけど、でもね、非常に美味しく、量もたくさん食べられるのでね、もうこればっかりですね。冬の時期は特にこればっかり作ってるんですけど、他にもね、はい。ということで、非常にね、物価高が辛いという話なんですけど、皆さんね、うちはこうやって乗り切ってますよみたいな、なんかそういう、なんかその豆知識、なんか主婦の知恵みたいなのがありましたらね、ぜひコメント欄の方で教えてください。ということで、今回太極拳の話をしていきたいと思うんですけども、今回やるのは、前回の太極拳基礎編丸1に続きまして、今回は丸2ですね。歩型を使って歩く練習ということで、歩く方法を紹介したいと思います。前回はね、歩型のシーブーだったりとか、ゴンブーだったり、プーブーとかね、あとは手形3つですね。こちらの方を紹介したんですけども、今回はその主に歩型を使って、その歩型でどうやって歩いていくのかといったところですね、こちらを紹介したいと思います。今回は歩型を使ってですね、歩く練習をしていきたいと思います。太極拳ではですね、この歩く練習というのがもうとても大事で、その歩き方を紹介したいと思います。はい、それではですね、ちょっと解説から先にやりたいと思います。まずね、ゴンブを作ってください。ゴンブは前回のね、動画で出てますので、こんな感じでゴンブを作っていただきたい。で、ここからですね、今前のゴンブ、こっちの左、これで言うと左足に重心が多くかかっていると思うんですけど、ここから手はだらんと垂らしていただいて結構です。あとあるいは後ろにこう組んでいただいても OK です。で、この状態から前足でちょっと地面をこう捉えるようにしながら後ろに、真後ろですね。真後ろに下がります。そうすると、こっち、かかとじゃなくて膝ですね。膝じゃないですね。つま先が上がると思います。で、後ろの足に重心がかかっている状態。で、この時に、はい、注意してください。この膝。これが内側にこのように入らないということですね。正面から見ると分かりやすいんですけど、ここからですね、後ろに下がった時、こうまっすぐ下がります。で、この時ですね、この膝がこんな風に入ってしまうと痛める原因になりますので、これ広がったままこの状態でただ後ろに下がるだけです。なのでここからゆっくり後ろに下がります。はい。で、ここからですね、腰を今正面なのをちょっと左側に回していきます。こんな感じ。
で、左側に回すので、つま先も一緒にちょっと回ります。こんな感じ。はい。で、この時もですね、この膝がつま先の方向にちゃんとあることを確認してください。で、つま先をつける。で、ここから後ろの、これで言うと右足から左足に重心を乗せていきます。で、はい。で、こっち左足に重心が乗った。そしたら後ろのかかとが上がりますね。でも軽い状態になってます。で、左足で、あとは重心をぐーっと地面を捉えて、これで引き寄せる。右足をね、引き寄せる。で、こんな感じ。で、今腰は左斜め方向。で、右足がつま先立ちで、ほぼこれはもう 100% 左足に重心が乗ってます。で、ここから少しだけ腰を正面に回しながら、足をかかとから着地。で、つま先をつく。で、ここまで後ろ足体重ですね。で、腰はまだ斜め、左方向を向いてます。ここから左足から前足、右足に対して重心を送っていって、ゴンブーになります。はい。こんな使い方ですね。逆も同じで、後ろに下がる。腰が回る。で、つま先がついて。で、後ろ足から右足に重心を送って、この辺から左足もほとんど軽くなるので、右足に引き寄せる。引き寄せたときは腰は斜め。で、ここから少しだけ腰を回しながらかかとからついて。で、まだ後ろ足体重。で、腰は斜め。ここから腰を回しながら正面に向けていきます。で、ゴンブができる。こんな感じです。で、やっぱ気をつけてもらいたいのはですね、この膝、いちいちここを気にしてください。後ろに下がった時、はい、膝がこう入ってないこと、きちんとこう張り出されてる。で、腰を回した時、ここもですね、きちんとこう膝がこう入ったりしない。結構あるのは、ここまではいいんだけど、回した時に膝も一緒に入っちゃう。こういうのが結構多いので、こういうことがないようにですね、後ろに行って、膝はそのままで乗っていく。で、ぐっと引き寄せて、上げて、で、ここですね、腰が回転して前に出すんですけど、腰が回転せずに前に足を出すとね、こんな感じで、はい、幅がなくなっちゃいますね。こう決まった時に、右足と左足のかかとが、はい、これじゃ足りませんね。なので、これはですね、このぐらい必要なんですよ。このぐらいに必要なので、ということは、こう寄せた時、正面に出す時に、腰がちょっとだけ回る。ちょっと回る。で、足を出す。そうすると幅が取れます。で、ここで注意してもらいたいのは回しすぎないことですね。腰をまだ半分、半身の状態、斜めを向いている状態です。ここから回して完成というふうになります。なので、足を出した時にこう回しすぎない。こう腰をね、完全に回しちゃうとね、もう前に持っていけないし、あと膝がこう入っちゃうので、ここはここまで回すんじゃなくて、ここまでです。ここまでで、後ろの蹴り出しで前に重心を送りながら腰が回っていく。はい。こうやって細かいところなんですけど、一個一個ね、注意しながらやってみてください。で、次に C ブーのやり方。C ブーはですね、この状態から、はい、まずちょっと後ろの足、こっちの足に、ここね、クワ。ここ股関節のあたり、クワって言いますけど、このクワをちょっと入れます。クワを入れて、で、そうすると右足が、左足が、前の足が軽くなりますので、こっちのクワを緩めると、こっちの足軽くなるので、こう上がってきますね。で、ここから今斜めに向いている目線を正面に向けながら、後ろの足、つま先を着地。で、かかとを着地。で、この時、まだこっちの足に体重が乗ってます。後ろの足はもう本当にすぐ上がる状態。ただ地面についてるだけ。はい。で、ここから右足の力を使って、ゆっくり重心を移動して左のシーブを作る。はい。その時ですね、右足のかかとは浮いた状態、つま先立ちです。この状態。はい。で、これで注意してもらいたいのは、シーブ後ろに出す足はですね、後ろから見ていただいた方が多分わかるので、後ろ向きでやります。で、ここからですね、右足のクワを入れます。入れました。で、左足後ろに下げた時、はい、この状態の時ですね、このかかととかかとが同じ線の上にあるような感じ。そうすると、ここからシーブを作った時に、だいたいここ拳1個分ぐらい空きができます。なので、こう出した時は、かかととかかとが一直線上に出してください。はい。で、ここから
シーブを作るというようにやってみましょう。で、シーブで重心を後ろに送る時なんですけど、ここから、こっちちょっとクワを引いて左足上がります。で、後ろに腰ね回しながら後ろについて、でここからですね、まだ右足に重心がある状態、ここから重心を送りながらですね、この辺からかかとをちょっと上げてきます。つま先で押すような感じで、かかとを調整する。でそうするとちょうどね、いい CV になりますので、はい、かかとを調整するようにします。はい、以上がゴンブーとシーブーの歩き方でした。で実際にですね、ちょっと何歩か、手はね後ろで組んでいただいても、だらなど垂らしていただいても大丈夫なので、何歩かね歩いてみましょう。それでは歩く練習をしていきましょう。ゴンブーで前に進んでいって、シーブーで後ろに下がっていきます。両腕は後ろで組んでいただくか、両脇に自然と垂らしてください。まずは右足に重心を乗せて左足をかかとから着地、右から左に重心を送ってゴンブーを作ります。左足から右足に重心を伝えて腰が回転します。右から左に重心、右足かかとから着地、左から右に重心を送ってゴンブーを作ります。右から左足に重心を移動して腰が回転、左から右に重心を移動して乗っていきます。左足かかとからついて、右から左に重心を送ってゴンブー。左から右に重心を送って腰の回転。右から左に重心を送って片足立ち。動画では少し足幅を広めにとって見やすいようにしていますが、自分のやりやすい足幅で行ってください。重要なのは、左足と右足の間に拳1個分もしくは拳2個分の間隔を空けるということです。足を出すときに少しだけ腰を回転することによって足幅を作ることができます。初めの頃は足が気になって下を向いてしまうと思いますが、慣れてきたら目線は地面と平行、遠くを見ています。腰が回ったときは目線も一緒に動かすようにして、目線で動作を導くようにします。体全身が緩むのを感じながらリラックスした状態で行いましょう。左足かかとから着地してゴンブーを作っていきます。今度はシーブーで後ろに下がっていきます。右足を半歩寄せて、右のクワを緩めて左足軽くなった足を後ろに着地、右から左に重心を送ってシーブーを作ります。左のクワを緩めて右足後ろに着地、左から右に重心を伝えながら左足はつま先立ちです。左足を後ろに着地、右足つま先を使って重心を送っていきます。少し腰を回して左足に乗って右足後ろにつく、左足から右足に重心を送ってシーブ、この時状態は半身の状態、やや斜めの状態です。右足から左足に重心を送ってやや半身、右足後ろについて左足から右足に重心を送っていきます。顎は軽く引いて背筋を伸ばすようにして行います。背筋は伸びますが、胸は緩めて力を抜いて行います。足の指先から頭頂部の末端まで意識を集中させて最後まで頑張りましょう。右足を後ろにつけて、左から右に重心を送ってシーブを作ります。左足を肩幅について、右足かかとを調整。右足に重心を乗せて、軽くなった左足引き寄せて終了です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は太極拳の歩型を使って歩く方法を紹介しました。歩く方法はですね、やっぱり太極拳の基礎中の基礎になりますので、ここをしっかりやっておくっていうのがとても大事になります。例えば武術的な面から見てもですね、足がしっかりしてないと手に力が伝わらないということになってしまいます。なのでしっかり足を作るということが大事になってきますし、これが健康太極拳、健康体操として見た時の太極拳でもですね、やっぱり足がちょっと膝が中に入っちゃってますとかっていう場合はですね、怪我の原因になってしまいますので、ここしっかりね、基礎は抑えた上で次に行くということでね、ぜひこ
仮にもしね、初めて本当にこの動画が初めてですみたいな、初めて太極拳やりますっていう方がいらっしゃるんであればですね、ぜひ基礎は固めていただいて、先に進んでいただくのがいいのかと思います。はい。ということで、今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人は、チャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント、絵文字一つでもいいのでいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。